水の勢いではい、とんでもないことになってます。いや、今年の夏はね、ほんと家の造作が忙しすぎてなかなかね庭仕事ができませんでしたそしてね、こういう感じでね、田舎はこのひと夏のね草刈りをサボるとこんなことになってしまいます。もうここすっかり通りんくなってもうた。これすごいよこれ。うわやべえ。うわクモの巣やばい。ちょっとうわうわうわやばいやばいやばい。うわ綺麗な日本庭園の面影があらへん。よいしょすごいなちょっとマジで。うわこれか。でもね、ありがたい感じにもう朝はね霜がね降りるんですよ。でね、もうこういう感じでね、もうバタバタ草はね倒れてます。はい、だからねこれ結構刈り良いんじゃないかなって思ってたりします。刈るってよりもこれはもう引っこ抜く方がええかもな。うわマジでこっちとかやばいです。マジでもう地形が分からなくなりましたここはほんまはね島になって一段上がってるんですけど、もうそれもねもう分かりません今。ちょっとね、今年の冬はお庭仕事もね頑張らないとダメなんですよ。やばいマジで。でもちょっとねせめてまず最初はねこっちの寝室がある方だけでもちょっとすっきりさせよう。せっかくね鎧張り張って壁は綺麗になったんやけれども、その前の庭がひどい状況やったらねダメなんで、せめてこっちね、ここらをまずねちょっとやろう。ここら綺麗にしよう。よいしょ。案外通れる。うわすごいわ。ちょっと
ここ草むしってたらこんな感じでね、これ木のね丸太がね出てきました。これもそう、これもそう、これもこんなとこにあったっけこれもそうやん。ちょっとまずこれまず運ばなあかんわ。マジかもう草に覆いかぶさってもう全容が見えんくなってたけど、こんな感じだったのね。丸太があったのね。でここにも石があったのねもうわけわからんことになって思ってる。ちょっと待って、一回これマジ丸太運ぼう。うわもう腐って思ってる。これすごいよ。すごいやんマジで。学会発表もんや。うわこれやば。えぐ。ちょっと待っても木がもうもろなって。謎のキノコがいっぱいなってる石があったのに方向を転換してバックから行こう。こうの方が行きやすい。よし怖い。あ危ね。ちょっと待ってよこれ車輪パンクしてるやん。もう通りで進まんな思うたんよ。パンクしとる。おいいね、気持ちいい。すっきりしていきますねこれ。うわいいわマジでブチブチ抜ける。ここはね、石が多いんで草刈り機で刈るっていうよりもこうやってね抜くのが一番です。ご覧の通りね、田舎はこういうね庭仕事、草刈りっていうのをね絶対ねサボることができませんサボったらしっかりこういう形で自分にね帰ってきます。こうやって、これやばい、これ一網打尽や。ほらもう一網打尽よこれ。よし。この子すごいですねこれどこまででもね伸びていきますよこれ僕の身長よりも今高いもんねえ。これどこまで伸びるのかちょっとこのまま育てたいところなんですけどちょっとそうも言ってられないんでこれね抜きます。
ういう感じでもう簡単に抜けちゃうんですよ、寝言。最高、気持ちいい。冷めるだけ冷たい。でそうここがね、去年の冬ね水道管が破裂したんですよね。僕ね去年は移住してきて初めての冬ということもあってね、もう勝手がわからんくて、12月後半になってきたらもうここらはねもう夜中なんかもう氷点下になるんですよね。なのでね、水道管の中の水がね凍ってね、水圧で破裂したりするんですよ。ここね去年破裂させてもうて、でね僕がいつも使ってる炊事場もね破裂させてもらったりして、もう大変でした。もう今年こそはね気をつけなあかん。いやもうほんまにね最初の頃はその田舎特有のね風習とかそういう習慣にね戸惑うことも多かったですけど、もう僕もねこっち移住してきてもう1年8ヶ月、もうちょっとで2年になるんか、だいぶとね勝手が分かってきました。いやほんま田舎暮らし楽しいですね。こっち来てからマジでいろんなね知恵とかも身につきました。多分あのまま大阪おったら何もできへんまんまやったと思います。ほんまこっち来てねマジでたくましくなりました、人として。よいしょ。おお、これもすげえ抜けるわうわまた木が出てきたちょっと後で運ぼう。あれあっちゃん見に来た。今日天気ええもんなよう返事すんな、はるちゃんはな。ちょっとねめちゃくちゃねびっくりするものを発見しました。はい、これちょっと見てほしいんですけど、これね、ここにねこれ工人さんがあるんですよ。でこの工人さん、ここにね字が彫られてるんですけど、これよく見たらねこれ見て、これわかります？これね元文5年って書いてるんですよ。元文5年ね、元文5年でね、その元文5年って西暦で何年なんやろうと思ってねインターネットで調べたらね、なんとね1740年1740年ですよ。時代で言うと徳川八代将軍のね吉宗の時代なんですよ。暴れん坊将軍のこのね、すごくない？ほんまにめちゃくちゃびっくりして、だからここはねそれだけ、歴史のあるお家ということなんですよ。このね母屋家自体は築125年なんで、もっと後にね建ってるんやけれども、でもここに元文5年の工人さんがおるっていうことは、その時代からここにはね人が住んでたっていうことなんですよね。で時は流れて今やねもう令和5年283年のね時を経て、今はね僕がここのね当主なわけですよ当主ってそんな別に大したもんじゃないんやけれども、もうねこんな歴史のあるお家のね
今はねもうアロマンチャンネル高弘の土地になったわけですからね、なんかそう考えるとすごい感慨深いなと思って原文庫ね吉宗すごいわでもねこれね見てもらったら分かると思うんですけど、肝心のね中身、ご本尊さんって言うんですか、これなくて、なんかこのなんていうの、このガワタンだけなんですよ。その蔵だけしかなくて、これどこ行っちゃったんやろうな。でこっちのこの横のねこの灯籠、これも同じぐらいの時にできたもんなんかな。これねどっかにね年号彫ってないかって探したんですけどねなくて、これはいつからなの。でもね見てこれめっちゃいい感じのね、もう苔も蒸してて、これすごいよ。てかもうこれオブジェとしてめっちゃかっこよくないですかこれね。ここにねちょっとなんかろうそくでも灯してね、いい感じになりそうな気する。で今ここらね下の方、細かい草とかをちょっとねこのちょんちょんぐわとこれで綺麗にしました。ここはねちょっとね花壇としてなんかお花でもね植えたいなと思ってます。そことかもねやっていこうかなと思います。12月やお前ぐらい暑い。南天の木を侵食していく。
はい、無事こんな感じでね草引きすることができましたここらね、完璧に綺麗にはできてないですけど、とりあえずねこういう感じで通れる道はね確保できたんじゃないかなと思いますね。こういう感じで渡り石もねあらわになりました。はい、覆いかぶさってたね草を処理したことで、はい、渡り石あらわになって、とりあえずここら、すっきりはしましたね。ここらね、こっちの方もこういう感じで通れる道は確保できました。なんせね今回のメインはここらです。ここら、この寝室前のこのお庭、ここらをね綺麗にしたいっていうのが一番のメインやったんで、綺麗にできたんじゃないかなと思います。はい、ここらねほんまいい感じの花壇ができて、ここにはなんかお花植えたいですね。でご覧の通りね、うちのねこの母屋のね外壁はこういう感じでね、和風に仕上げたっていうこともあるので、このね前のお花はねできたらね洋花よりも和のねお花がいいなーなんて思ってます。こういう感じでね、いい感じの灯籠とか香塵さんもあったりするんでね、ほんまに和の花がねめちゃくちゃ合うと思うんですよね。で僕はお花のことに関してはね本当に無知なので、できたらねこの花壇のスペースとか灯籠の横あたりにね植えても良さそうなねお花、和のお花おすすめがあればねぜひ教えてください。できたらね僕はやっぱ多年草がいいかな、その1年で終わっちゃうより多年草で、草花がいいのかちょっとした低木のお花がいいのかとかも僕本当にねわからないんで、なんかアジサイとかボタンとか芍薬とかそんなのほんと綺麗ですよね。そんなんがいいのか、もっと他におすすめがあるのか、ちょっとぜひ教えてください。こんな感じでね今回の庭仕事はここまでとさせていただきます。いやーもうほんまにねずっとこのね庭仕事はせなあかんってね思いながらもできてなかったんで、今回できてなんかちょっとホッとしましたねいやだってね毎朝綺麗な寝室でね目を覚ましてコーヒーをね沸かして、さあ朝日でも浴びようかなと思ってカーテンをピャッて開けたらね、もう目の前にはお庭が広がってたわけですせっかくのね目覚めのいい朝もね、もうそのお庭を見たらもう台無しみたいなね状態やったんで、ずっとねもうだからできてよかったです。でなんていうんですか、このひっつき虫っていうんですかね、このトゲトゲのやつ、これがねもうチクチクして痛いでこのグってみてください、これこれもう狂気やんこんな感じで今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。